お疲れ様です。とうこです。年のせい。断捨離をむちゃくちゃしておりまして、で、また現実、ここに作品を置いてたんだけど、ここを早く整理しなきゃと思ってやってて、動画撮っちゃおうと思ってカメラをオンにしてみましたわ。みんな絵ってどう収納してんだろう。懐かしいのもいっぱい出てくる。かわいい。自分の絵かわいい。一旦立てておけばいいよね。なんかこれもね、書き上がった後、あれなんか下書き通りにいかなかったなって思ったんだけど、今見返すと、可愛いじゃないかと思って撮っておこう。このクローゼットは最初めっちゃ物置だったんだけど、あと衣替えの洋服とかスーツケースも置いてるんだけど、やっぱりここぐらいしか作品置けないから、もう絵専用のクローゼットにしたいなと思って、そうできたらいいんだけど、ここ本当に散らかりやすい。やっぱ収納力があるとね、散らかるんだよね。てか私さ、胃もたれでさ、1週間死んでたっていうか、動けなかった。ショック。貴重な12月を潰してしまった。今年我が家が犯した禁忌の一つで、家二郎があるのね。知ってる？二郎系ラーメン。なんか今田舎に住んでるから、二郎系を食べたくても、なかなかすぐには食べに行けないのね。なかなか外食に行けないからこそ、自炊レベルが急激に上がっていって、めっちゃ上手になって、ついに二郎系まで手を出してしまったんだ。お肉屋さんで背脂を買って仕込んで、タクメン .com っていうサイトで実際のお店のラーメンの冷凍を購入できるのね。そこで二郎系持ってるから買って作って食べてさ、でなんか調子に乗ってさ、展示頑張ったしと思って、油増し増しでとかあずーに注文して食べたら案の定えずくぐらい気持ちよくなっちゃって、胃もたれで。いやーバカだわ。でもさ、なんか手が動かない。でもさ、私もう高校生の時に天丼が食べられなくなったの。胸焼けしちゃって、焼いたウインナーも高校生ぐらいから多いってなってきたかな。だから多分平均よりも胃もたれが起こる年齢が早いと思うのね。そのうち絶対二郎系ラーメンも食べれなくなっちゃうと思って、だからこの若いうちに食べとかなきゃって焦って食べちゃった。背脂家仕込みはもうやめようってアズーに言ったんですけど、背脂って本当に体に良くはないから、ちょっともうそれに手を出すのはやめようかって説得してるんですけどね。そうだからさ、私今もし10代のなんか体型とか気にしてるさ、可愛い子ちゃんがいたらさ、もうダイエットなんか絶対すんじゃねえぞって思う。なんでそんなさ、ケーキとかラーメンがさ、いくつになっても食べ続けられると思ってるのって胃もたれおばさんは思うわけです。永遠に食べ続けられるわけじゃないの。脂っこいものとか甘いものとか。胃もたれって本当にしんどくない？なんか性格変わるよね。マジで1週間ちょっとって感じで、ご飯も全然食べられなくて、っていうかなんかご飯食べるの怖くなっちゃって、また気持ち悪くなったらどうしようって思って、普通のご飯も食べられなくなっちゃって、やばいやばいと思いつつ、でもこんなに胃腸が急激に弱ったなっていう原因が思い当たるものがあってさ、ここ1年夜ご飯の時間がめっちゃ遅かったの。9時過ぎに食べ始めて10時前に食べ終わって10時半とか11時に寝るっていう、そういう生活が続いちゃってて、それはアズーの帰宅時間が遅いせいなんだけど、料理作る人ならわかると思うけどさ、炒め物とか特に出来たてを食べさせないと味が落ちるから、時間経った炒め物とかお肉硬くなったりするじゃん。自認料理人なんで、なんか美味しいものを食べさせてあげたいという気持ちが、料理人魂があるからさ、遅くにアズーの帰宅時間に合わせて作って一緒に食べるって生活してたんだけど、やっぱそれだと慢性的に胃腸がずっと弱ってる感じがあると思って自己分析。だから今もうね、夜ご飯を軽くするか、それとももう早めに自分だけ食べちゃうかっていう生活にね、変えようと思って変えてます。そう、とにかく胃もたれでめっちゃうつうつしてたけど、ようやく元気になった。やっぱり食べてすぐ寝るとさ、胃腸が休まらないんだね。さてここから過去作品の選別大会でもしましょうかな。このキャンバスはもう Amazon でめっちゃ安くで買ったやつだから、なんかこのサイズの書く練習に使うか。これは使おう。これも F0 作品の練習で書いたんだけど、あんまりうまくない
こういうのってさ、剥がして木枠を使うことってできるの？これもね、今年か、慌てて年始の絵を描かなきゃいけないんだってことに気づいて描いたやつ。これスキャンも撮ってるからいいや、勝負。なんかさ、ここら辺私何年に描いたっけな。2024年か。去年？そうだっけ？違う青色を試してみたくて使って描いたんだけど、なんかこの時さ、キャンバスに写す作業がまだうまくできなかった時期だから、あれこれ線が下絵とちょっと違うなってなって失敗したって絶望したんだよね。この時まだ目を大きく描くの良くないかなって思って迷ってた時期だ。今はもうちっちゃく描こうとしてたら、いやいやもっと大きく描きなさいって自分に言い聞かせてます。プチプチであれだけど、この熱に描きたくて描いたやつ、言うて去年の絵なんだ。つたねー。これももう去年の初めに描いてた絵かな。これもやっぱさ、結構違うよね、今見返すと。手がでかいなちょっと。でもこの絵を描いてる時に私の自分の絵のコンセプトに気づけたんだよね。自分のことをまっすぐ見つめてくれて理解してくれる女の子っていう。もうこの時毎日泣いてたからさ、泣きながら描いてて懐かしいですね。このさ、スクエアサイズの青髪以外の女の子の絵はさ、めっちゃ模索してた時なんだよな。でもこれを描いたおかげで実際に展示に出して、あ、やっぱ私は青髪だなって気づけたからいいんだよな。無駄なし。今年を漢字1文字で表すならね、私は減らすのへ。めちゃくちゃ断捨離したもん。私多分ね、総合全部捨てた量をカウントすると45リットルのゴミ袋多分30とかいくんじゃないかな。2人暮らしの賃貸アパート暮らしだよ。結構出たくない？でプラス棚とかテレビとかそういう大きいものも減らしたからさ、とにかくミニマリスト思考に目覚めて、私がよくミニマリストの情報を得てる人はミニマリスト渋さんっていう、もうミニマリストの第一人者的な方なんじゃないかな。この女の子好き。でもこの子はめっちゃ気に入ってんだよな。むずいいのか。なんかこういうシリーズがいっぱい並んでなきゃいけないのかなとか思っちゃってたんだけど、なんか私何々しなきゃいけないんじゃっていう考え方になった時はそれはやめた方がいい気がする。そうで、待って、ミニマリストね。そのミニマリスト渋さんがミニマリストになったきっかけがさ、今までの私のミニマリストの偏見を覆すもので、ミニマリストが流行語に入ったりブームになった時に、うちの母がめっちゃハマって、もう家中にミニマリストの本が溢れるみたいな、そんな状況になるぐらい母がハマって、で私も本読むの好きだからミニマリストの本とか読んでたんだけど、どうにも意識高い人の遊びみたいな遊び、戯れなんかそんな風に見えちゃってね。まあ面白いけど、そこまで私は無理だろうなって。その時オタクだったし、めっちゃグッズ持ってたし、漫画も大好き、本も漫画も大好きでいっぱいあったし、無理だろうなとは思ってたんだけど、ミニマリスト渋さんの面白いところは、タイだから始まってるの。まあ私の感想だけどね、タイだから始まってるのが面白いなと思って。お金はないけど働きたくない、休む時間の方が欲しいっていう人で、渋さんはじゃあ少ないお給料でも暮らせるように物を減らそうってなった人なのね。もう10年以上前だから多分今とはもう難しいと思うけど、その時の渋さんの月の生活費、もうこれは必要だなっていう生活費が10万円だったんだって。狭い部屋に住めるから、狭いお部屋って家賃が安いから固定費が浮いて、結果低賃金でも暮らせるって。10年経った今もそういう暮らしをされてるから、すごいなっていうか、私そういう考え方いいんだってびっくりしたんだよね。まず働きたくない、週3か週4ぐらいで働きたいっていう考え方がまずダメだって思っちゃってたから、さっきのパターンよ。こういう考え方になってる時って良くない。そんなはっきりと働きたくなかったので、少ないお金で暮らしたかったのでミニマリストになりましたってありなんだってびっくりしたんだよね。だから私今また人生やり直すとしたら初手からミニマリスト目指すかも。なんかそういう選択肢があったんだっていう驚きなんだよな。だから今何かしたいけど踏み出せないって人はマジで一回物めちゃくちゃ減らした方がいいと思う。人間ってさ、やっぱ狩猟民族だったし、物をさ捨てるって考え方がすぐ
ぐには思い浮かばないというか、私も片付ける時に捨てるっていう選択肢がさ急に入ってきて、じゃあもしかしてこのでっかい棚も捨てていいのとか、もしかしてこれ世間的にはいるって言われてるから持ってたけど持たなくてもいいのかみたいな、そういうね新たな発見があって、物は減ったけど生活は非常に豊か。そうだ、あと渋さんはほんと怠惰だから掃除したくないから物減らすとかもあって、いやそれも本当にそうだなって。とにかくめっちゃ面白いから YouTube 見てみてすいません、ずっとプチプチと格闘してて。とにかくめっちゃ物減らして今年は良かった。でもどんどん減らしたい、身軽になっていきたいねっていうお話。